助けて。自治医大を出て医師になって辞めたら3766万円請求された。自治医科大学卒業生の医師が家庭の事情から指定先を退職したところ、大学から修学資金3766万円の一括返還を求められました。自治医大には卒業後に指定された僻地などで9年間勤務すれば返還が免除される制度があり、途中で辞めると一括返還という契約になっています。一医師の事情を超えて制度そのものへ議論が拡大しています。医師より市長、辞めたら多額の金を払えという契約は一般企業では違法。退職の自由を制限する足かせ、現代版の強制労働。無知な受験生を囲い込み、卒業後に退職の自由を奪う、まさに悪魔のような制度。大学より市長、自治医大は医師のいない地域に医療を届けるという明確な目的で設立され、多額の税金が投入されている。入学試験の段階から9年間の義務は命じ、医師免許という強力な既得権益を得るための代償としては妥当。医師1人を育成するには1億円かかると言われています。一方、18歳の時の選択でその後の人生や家族を全て犠牲にというのも確かに酷です。あなたはどちらの意見を支持しますか？詳細を解説します。裁判の論点、1訴訟の概要。この裁判は自治医大を卒業した医師が大学から貸与された修学資金約2660万円に利息などを加えた約766万円の一括返還を求められたことに対し、その制度自体が不当であると訴えているものです。背景、自治医大には卒業後に指定された地域僻地などで一定期間、通常9年間勤務すれば返還が免除される制度があります。経緯、原告の医師は家庭の事情、介護や経済的理由から指定先を退職しましたが、大学側から多額の一括返還を迫られました。主な争点、原告側はこの制度を悪魔のような制度と呼び、以下の法的憲法的な問題を指摘しています。職業選択途中移転の自由憲法22条、義務年限中の勤務先や診療科が限定されており、私生活の事情が考慮されない点が自由を侵害している。賠償予定の禁止労働基準法16条、退職時に多額の金銭を請求する仕組みが労働者の辞める自由を奪う違約金に当たるのではないか。後出しの制約、入学後に専門医取得の条件などが変更されるなど、十分な説明がないまま不利益な制約を課された。3、大学店側の主張、大学側は一貫して争う姿勢を見せており、制度は地域医療を支える目的であり、学生は納得して入学している。大学は使用者雇用主ではないため、労働基準法は適用されないといった趣旨の反論を行っています。説得力、今回の訴訟は日本の地域医療を支えてきた自治医大モデルの根幹に関わるため、放送会でも非常に意見が分かれる難しいテーマです。それぞれの主張について客観的な説得力と法的論点を整理します。1、原告医師側の主張説得力のポイント。原告側の主張は現代の労働者の権利と個人の自由という観点から強い説得力を持っています。労働基準法16条、賠償予定の禁止の適用。辞めたら多額の金を払えという契約は一般企業では違法です。大学側はこれは貸付金であって違約金ではないと言いますが、実態として退職の自由を制限する足かせとして機能している点は法的な議論の余地が十分にあります。憲法が保障する自由の侵害、20代から30代というキャリア形成に最も重要な時期に診療科や勤務地を固定され、家庭の事情、介護や結婚などが一切考慮されないのは現代版の強制労働ではないかという問いかけは人権の観点から重みがあります。ルールの後出し、入学時にはなかった専門医取得の制限などが後から追加されるなど、契約時の前提が崩れているという主張は真義則の観点から説得力があります。日国大学店側の主張説得力のポイント。一方で大学側の主張は公共の福祉と契約の自己責任に立脚しています。地域医療の維持という公共性。自治医大は医師のいない地域に医療を届けるという明確な目的で設立され、多額の税金が投入されています。この制度が崩れると僻地の医療崩壊を招く恐れがあるという公共の利益の主張は非常に強力です。契約への合意。入学試験の段階から9年間の義務は明示されており、学生はその条件を承諾して入学かつ学費免除の恩恵を享受したはずだという自己責任論は法的な契約関係として正当性があります。制度の透明性。大学側は強制ではなくあくまで選択肢の一つとして提示しているとしており、学費を自分で払う私立医大などと比較すれば経済的弱者に門戸を開いている正義があると主張しています。3、裁判の行方を左右する鍵。裁判所がどちらに説得力を感じるかは以下のバランスをどう判断するかによります。実態判断。学費の貸付という形式よりも辞めさせないための制裁という実態を重く見るか。合理性。義務年限中の診療科の制限や転勤が地域医療維持のために必要最小限と言えるか。事情変更、親の介護など予測不能な私的事情が発生した際の救済措置が不十分ではないか。専門家の視点。過去の裁判例では大学側の学費免除と義務のセットは有効とされやすい傾向にありましたが、近年はワークライフバランスやキャリア形成の自由が重視されるようになっています。そのため今回の判決は制度そのものの否定ではなく、運用の柔軟性やむを得ない事情がある場合の減免を求める形になる可能性も指摘されています。識者見解。この訴訟は2026年3月現在も進行中ということもあり、放送会や医療界の専門家、SNS 上などで激しい議論を呼んでいます。
特に原告の弁護団に著名な弁護士が加わっていることや、クラウドファンディングでの支援の広がりが注目されています。一専門家著名人の動き、伊藤健弁護士原告代理人、憲法学に詳しく、SNS 等でも発信力のある伊藤弁護士が中心となって、弁護団を構成しています。彼は、この制度を無知な受験生を囲い込み、卒業後に退職の自由を奪う、まさに悪魔のような制度と厳しく批判し、法的な違憲性を正面から問う姿勢を見せています。医療界の指揮者、医療ガバナンス研究所の上正弘氏などは、以前から地域枠や強制的な配置による医師確保の限界を指摘してきました。今回の訴訟についても、若手医師のキャリア形成を阻害する側面があるとして、制度の硬直性を懸念する声が、一部の医師や医療コンサルタントから上がっています。世論や SNS での反応、この件については、一般市民と医療従事者の間で意見が二極化する傾向があります。批判的な移転事項を自得論、数千万円もの学費を肩代わりしてもらった恩恵があるのに、約束を破るのは身勝手な医師免許という強力な既得権益を得るための代償としては妥当といった厳しい声も少なくありません。支持的な意見現代のタコ部屋論、親の介護などのやむを得ない事情があっても一括返還を迫るのは非人道的。18歳の時の選択でその後の人生や家族を全て犠牲にさせるのはひどすぎると、労働環境の改善を求める若手医師らを中心に支持が集まっています。社会的な影響リーガルファンディングの成功。この訴訟は個人体大学の枠を超えた社会的意義があるとしてリーガルファンディング裁判費用の寄付が実施されました。多くの賛同者から資金が集まっており、これは単なる一医師のわがままではなく、日本の地域医療医使用制制度の歪みを正してほしいという期待の表れとも捉えられています。まとめると、指揮者の間でも契約としての正当性を重視する側と人権や労働法としての妥当性を重視する側で真っ向から対立しています。特に2026年3月18日の最新の口頭弁論では、原告が家族会氏免許かの二択を迫らないでほしいと悲痛な意見陳述を行っており、今後この感情に訴える部分が法的にどう評価されるかが焦点となりそうです。コスト税金、医師1人を養成するために投入される税金についてはよく1億円という数字が語られますが、実際には大学の種類や計算範囲によって4000万円8000万円程度が現実的なラインとされています。主な内訳となぜそれほど高額になるのかを整理しました。1、医師養成にかかる公費の目安。医学部の学費授業料だけでは高度な実習設備や教員の確保、病院運営のコストを賄いきれません。そのため国や自治体から多額の補助金運営費、交付金などが投入されています。1億円説の根拠。2015年の日本医師会の資料などで1人当たり約1億円という記述が見られます。これには大学教育だけでなく、卒業後の初期研修2年間にかかる費用1人当たり数百万円1000万円程度や関連する研究費まで含めて算出されている場合があります。なぜこれほど高いのか。医学教育には他の学部とは比較にならないコストがかかります。少人数教育と教員数臨床実習などで学生数に対する教員比率を高く保つ必要があります。高度な実習設備、解剖学実習、シミュレーター、高度医療機器など維持費だけでも膨大です。大学病院の維持教育の場である付属病院の運営には診療報酬以外にも教育研究用の公費が投入されています。社会的な背景。この多額の税金投入があるからこそ、地域枠や自治医大の訴訟においても税金で育てたのだから地域のために働く義務があるという主張公共性の根拠として使われます。一方で医師側からは多額の公費が入っているのは他の学部理工系なども同じであり、医師だけが極端に職業選択の自由を制限されるのは不当だという反論もあり、議論の火種となっています。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。